ケトルベルトレーニングを行う前に、どのようにウォーミングアップをすればいいかという質問をよく受けるんですけれども、今日の動画を使って私のおすすめウォーミングアッププログラムをみんなに紹介したいと思います。では、始めましょう。でもな、どういうcute。今日は最初に紹介したいウォーミングアップは Prayer Squat です。これを行うにはまず、できるだけ深くしゃがんでから肘を膝の内側に置いて骨盤をこうして開けてください。下半身をこうして動かしながらストレッチングを行うことです。2つ目に紹介したいストレッチはレグスイングです。レグスイングを行うにはまず手を骨盤に当てて骨盤が動かないように気をつけてください。運動中は。そしてこれは片足ずつ行う運動ですが、まず右足から始めれば、右足をできるだけまっすぐに伸ばして、大きく前後ろへ動かしてください。こうして。私は片足ずつ8回行うことをお勧めします。そして、レップが終わったら足を交代して同じことを繰り返します。2つ目のレグスイングは左右に動かすやつです。まず、壁とか何か椅子でもいいので、体を固定してバランスをとってから猫を蹴らないに気をつけて左右に足を大きく動かしましょう。死んじゃうよ。一番気をつけてほしいポイントは自分の足の向きなんです。特に足指の向き。必ずまっすぐ前へ向けて行いましょう。では、3つ目に紹介するストレッチはコサックスクワットです。まず、相撲デッドリフトよりも足を広げてからしゃがみましょう。そして、自分の体を右側に動かしてから左足をまっすぐに伸ばして足をこうして交互にしゃがみましょう。自分の腕を体の前に伸ばして行ったらバランスを取れると思うんで、ぜひお勧めしたいんですけど、私の今の姿勢を見ればね、自分のかかとだけこうマットや床に接してから動かすことがおすすめなんです。ではぜひみんな片足ずつ5から6レップを目指して行いましょう。4つ目に紹介したいストレッチはトランクローテーションです。これを行うにはまずできるだけまっすぐに立ってお尻と腹筋に力を入れてそして左右に上半身だけ動かしましょう。これを行っている間、目線を必ず前にして体を動かしましょう。体を動かしたら息を吐いていきましょう。そうして片側5、6回ずつ続けて行ってください。では、ウィンドミルを行うには、まず、デッドリフトみたいにお尻を後ろにして上半身を前へ傾けてください。そして、足を広げて腕をまっすぐ横へ伸ばしましょう。これから手を使ってこの上半身の姿勢をキープしながら反対側の足を触ってから交互に体をこうして動かしてください。骨盤がストレッチをできるだけ効果的に行うのに
上半身と骨盤の向きが変わらないように注意しましょう。次のストレッチは Water Angel です。これは壁を使いますので、みんな壁の方に行ってください。そして、体をほぼ全身、壁に接触して行います。腹筋に力を入れて、自分のお尻、腰、肩甲骨と頭、全部壁に接触していることを確認してから、腕を広げて、肘と手も壁にやってください。この状態から始めます。自分の肘を下から上に動かして終わりです。一番大事なことは腹筋に力を入れて行うことです。こうならないようにね。猫が可愛い。腹筋に力を入れて行いましょう。肩が硬くてここまで動かすことは不可能な方は肘をちょっと壁の前に出してから行っても大丈夫です。Alright, let's do some arm circles. まず腕をまっすぐ外へ伸ばしてから手で小さな円の形を作りましょう。まず時計回りでやりましょうね。で、やっているうちにどんどんその小さなサークルを大きくしましょう。ストレッチが来たなと思ったら、向きを反対にして、再び最初から始めましょう。8番目のストレッチは、ショルダーサークルです。これを行うには、アームサークルのように、今度、肩を使って円の形を作ります。両肩で同時に行います。まず、突起回りで行いましょう。で、これは、アームサークルとはちょっと違って、いきなり最初からゆっくりとできるだけ大きな円を作りましょう。で、数回やったら、向きを反対にして、再び最初から行いましょう。今度はケトルベルを使ってストレッチングを行いますが、これはウォーミングアップですので、あなたが持っている一番軽いケトルベルを使って行いましょう。まず、ケトルベルを胸に接触して、肘を体の近くにしてください。これは開始の位置です。これからケトルベルを自分の頭の周り、帽子を立てる頭の周りを通して開始位置に戻します。必ず胸のところまで戻してから再び運動を始めるんです。この運動の気をつけてほしいポイントは2つあります。1つ目は肘をできるだけ自分の体の近くにしながら、頭の近くにしながら運動を行うことです。2つ目は腹筋とお尻に力を入れながら行いましょう。これもうおまけですけど、自分のプログラムにこういうことを使いたければ、重くして一番最後にするのが好きですよ。上半身の、運動を行った日の一番最後。胸、特に肩のトレーニングを行ってからこれをやるのが非常にいい。最後に3つの首のストレッチを紹介したいと思います。最初のストレッチは左右に頭を動かすストレッチです。まず、首をニュートラルにして、そして耳を左へ動かしてから右へ。動かしてるのは自分の目じゃなくて耳だよって意識しながら行えばより効果的になります。私がやってる通り、結構ゆっくりとね、ゆっくりめに行いましょう。壁に頭を接触しながら
行っても大丈夫です。そうすれば、頭がこうやらないね。左右にだけ首をこう回すことができます。二つ目のストレッチはこちらです。まずは自分の顎をできるだけ胸の方に動かしてから天井へ動かしましょう。今度みんなが動かしてるのは顎ですよ。目じゃなくて顎です。この運動を行っているとき、自分の肩がこうならないように気をつけてください。本当に頭だけ動かしていこう。今度自分の首だけ動かして、できるだけ頭を前にしてから後ろにします。今度も一番最初のストレッチと同じように耳を前にしてから上にしようと後ろにしようと意識しながら行いましょう。肩がこう動かないようにみんな気をつけてください。こちらは私のおすすめのケトルベルウォーミングアップでした。ただ、個人的に、これちょっと硬いな、もうちょっと長めにやりたいなと思った方は、ぜひ自分の体に合うように、それぞれの種目をもうちょっと長めに行っても全然大丈夫です。そういうことをおすすめしますよ。最後に、初心者の方に向けて、私のチャンネルに1月から4週間のケトルベル無料トレーニングプログラムを配信し始めますので、興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。週2回新しい動画を出していますね。ねえ、リサ。で、あなたはこれからどのようなトレーニング動画、ケトルベルトレーニング動画を見たいか、私本当にあなたの意見を聞かせたいと思うんで、ぜひコメントを残してください。どのような動画をこれから見たいか、書いてくれれば非常にありがたいです。それをね、それで終わりですね、モネさん。it's Lisa ごめんなさい。似てるね。It's Lisa. では、see you next time. Bye everyone.